はい、皆さんおはようございます。ピーターンライダー63です。今日はですね、今下畑、生畑線にもう入ってます。今日はですね、梅雨の合間でちょっとね晴れたのでご近所をぶらっと走ろうかなと思ってます。午後からなんかまた天気が悪くなって雷雨とかいうような話も出てますので、ちょっと午前中ね天気がいい間にちょっとご近所をぐるっとね走ろうと思って出てきました。こうやってね舗装工事をしてね道を良くしてくれてるんですね。今日はですねコースとしてはこの下畑生畑線から、成木街道入って、そして妻の大嫌いな、小沢峠を越えて、そこから入間川に沿ってですね、先輩妻と、有馬ダムに行くときに通ったコースの逆走をして、走ってみたいなと思ってます。なんか気持ちいいですね。やっぱりね暑いなと思ってたんですよ、さっきまでは。でもこういう森の中に入っていくと涼しいです。楽しいですよね。白バイに乗ってた時のお話エピソードですかね。ちょっとまたここでお話ししたいと思うんですけども、やっぱりね白バイ隊員になる人たちはやっぱりねもうバイクも好きだし白バイ大好きだから、勤務時間ってあるじゃないですかね。何時に出勤してっていう出勤時間、朝とかね、お泊まりの時は午後から行ったりなんかするんですけども、その出勤時間のね2時間前とか3時間ぐらい前にもう行くんですよ。私もそうでした。行って白バイに乗ってスラロームとか、そういったね、走る練習をバンバンやりましたね。自主トレです。自主トレーニングじゃないけどね、実際白バイで、表に行動に出る前に、パトロール出る前にね自分の腕を磨くためにバンバン走りましたよ。ですから実際にさあこれから取り締まり出ますよ、表行動走りますよっていう時にはもう体がもう完璧に出来上がっちゃってるし、バイクのタイヤもがっちり温まって食いつきもいい状態になって、それで表へ出ていくんですよ。やっぱりね職業だからさ、でまして好きでしょ。それは当たり前だよね。少しでもさ自分の技量を上げてね、無謀運転の車やバイクの取り締まりをして、道路の安全を図るためにどうすればいいのかって考えればおのずとね白バイの役目っていうのは分かるわけですから。それはやっぱりそういう風になりますよね。それは楽しいですよ、それは。白バイってそんなもんですよ。でパトロールから戻ってきてもねすぐ車庫には入れないで、またそのコースを一周してねスラロームを何回か走って一本橋を何回か渡って、それで車庫に戻すみたいな、そういう感じでしたよ。
だってねプロフェッショナルですから。プロフェッショナルって言われるゆえんはね、やっぱりそういう見えないところでね努力するんですよ。見えないところで努力しないのはプロじゃないですよ。で何のためにそうやって訓練するのかっていうと、やっぱりね取り締まりするときに危険な思いをしないで取り締まりしたいわけですよ。ゆとりを持ってね。それはやっぱり自分の技量を上げる以外ない。まあそういうことだと思いますね。まあ中にはね取り締まりを受けたくないから、要はその逃げ出すみたいなね、停止を振り切って逃げていくような、そういったバイクや車もいましたけどね。私は100% 捕まりました。はい。まあそれも無理にしないでね追跡するだけですから、こっちのガソリンが切れるか向こうのガソリンが切れるかっていうぐらいの勝負じゃないですかねっていう気持ちで追っかけましたけどね。それが白バイです。ですから白バイから逃げようなんていうのはねやめた方がいいですよ。言っときますけど。素直に止まった方がいいと思います。参考までですけどまあそのぐらいね白バイっていうのは訓練をしてるっていうことです。そりゃそうです。命がかかってますからね。でも残念ながらね過去に何人もの先輩の方々が白バイによって殉職をねされたって事実もあります。それね悲しい現実ですよ。現実、悲しい現実です。そんなことあっちゃいけない話なんですけどね、残念ながらあれです。まあそうならない、まあそうならないってあっちゃいけないんですよね。殉職なんていうのは本当に悲しい出来事ですよ。まあですから確かに命を懸けてますからね。まあ警察官は白バイだけじゃないですけどね、命かけてんのはみんな命かけてますよ。まあそういう殉職っていうね事案がなくなることを、まあ交通事故がなくなると合わせて切に願うばかりです。そう考えるとね、昔は本当に白バイって生身だったなって感じしますね。今は私も今フル装備で、プロテクターつけてますけど、フルでね、上も下もで着てるもんだって丈夫ですよ。手袋にしたって何だって靴にしたってね。昔なんかもうこういうプロテクターも何にもないですからね。まあただ制服着てるだけですから、白バイの制服の中にはプロテクターも全くないんで、昔は私の若い時乗ってた時代は残念ながらね。まあしょうがないですよね。だって私が免許証取った昭和の時代は、昭和の最初原付の免許取ったのは昭和40年後半ですからね。もう40年代の後半時はだってヘルメットもいらないんですから、バイクはね。まあ私ぐらいの年の人はみんな覚えてると思いますけど、そういう時代ですから、プロテクターなんてねあるわけがない。そのうち大型免許取って、いやまあ自動二輪ね、当時大型とかはないから自動二輪の免許を取って、それで警察官になって白バイに乗りたいんで一生懸命頑張って白バイに乗って時も
プロテクターなんかないですよまあそれがほら当たり前だと思ってたんで、だから余計ね、自分がほら転倒とかして怪我をしないためにどうしたらいいのかって、やっぱり訓練するしかない。人一倍訓練をしてね、こけないようにする、転倒しないようにする、そういうことですよね。まあ先輩によく言われましたよ。上手くなりたかったら他の連中より1メーターでも余計走れと。走ったら走った分上手くなるんだからって言われました。まあそれはそうだなと思いましたね。だから免許をね取られた方ね、久々にリーダーされた方まあ数多く乗ることですかね。はい、ご近所でも何でもいいと思うんですよ。ちょっと時間があったら30分でも1時間でもいいんで乗るっていうことが大事だと思います。なんか走り方が今日白バイで警らしてるみたいな感じですねようやくインスタ360のなんですかね、映像の関係がちょっと落ち着いてきたんですね。ある方にコメントでSD カードを交換したらどうですかっていう、まあ、いわゆる最新のもの、記憶速度が速くていいやつに変えたらどうですかって言われて変えたんですね。そしたら良くなりました。やっぱりそういうあれだったのかなっていう、今のところ問題なくインスタは動いてます。はい、妻が嫌いな小沢峠今走ってます。もう縦線絶対ダメですね、妻はね。はい、小沢峠あっという間に終わっちゃいました。でこの信号を右に行ってですね、入間川に沿って飯能の方に行ってみたいと思います。左行くとね有馬ダムなんですけど、この鋭角の交差点も妻ダメなんだいや、なんか今日気持ちいいなしてて、一人だからっていうわけじゃありませんよ。なんとなくねアジサイがいっぱい咲いて、ほんと梅雨時ですよ。この道は私の妻も有馬ダムに行くに関しては非常に気に入りましたね。走りやすいとか言って喜んでました。でこのコースについても、視聴者の皆さんからコメントで教わった次第であります。ありがとうございました。妻も先日久々にですね有馬ダムに行けて本当に喜んでました。これで有馬ダムにまた行けるようになったねとか言ってましたけど、妻この山の向こう側ですねで生まれ育ったんですけども、この道は今まで走ったことがないって言ってました。意外にね近くでも走ったことがないっていうところあるんですよ、やっぱりね。そんなこれ隅々まで走らないじゃないですか。だから余計こうね、妻もバイク乗り始めてようやくいろんな道をね知ったということで、それはそれで良かったなというふうに思います。でも本当にこの水平対向エンジンの RS ですかね、これ非常に乗りやすいですよ。コーナリングもねスムーズすぎるぐらいスムーズで、昔の位置よりちょっと上に上がってるんですよね、エンジンの位置が。それでなんか余計走りやすくなっているような感じします。まあ昔はもっとちょっと下だったんでより低重心で良かったと思うんですけども、ちょっとあれが上げたことによって、まあ、バイクをね倒しやすくなったというかな、そんな感じしますね。エンジンもですねスムーズだし、振動もねほとんど感じません。エンジンのボクサー的な振動はほとんど感じません。
でこのドライブシャフトも非常にスムーズに回ってくれてます。チェーンのこうなんですかね、ちょっとこうターミーみたいなのあるじゃないですか、ガクガクガクっていうなんか、まあドライブシャフトはねそういうのがないので非常に乗りやすいですよ。昔はねドライブシャフト、まあ白バイでもあったんですよ。ドライブシャフト乗りました。ホライゾンというやつですね、ホンダのあれドライブシャフトだったんですけども、まあ、当時も乗りやすさはあったんですけどね、なんかバイクがねちょっとよじれるようなそんな感じを受けましたが、この RS に関してはそんなことも全くないです。癖も全くないですね、このドライブシャフトは。はい、もう非常にいい乗り心地ですね。参考まで、まあよろしければ一度ねお近くの BMW モトラットで試乗していただければ幸いです。やっぱり乗らないと分かんないですよね、いくら説明聞いてもね。決して私は BMW モトラットの回しもんでも何でもありませんし、この動画は案件でも何でもありません。自分の思ったことを言ってるだけであります。ちなみに私がこのバイク買ったのは場所は府中にあります ABIC モトラットさんっていう、BMW の、まあ、専門店であります。先日、このオイル交換をですね、間近にしようと思っておりますので、ABIC モトラットさんに電話をしたらですね、まあ、店長さんからいろんな方から、連絡が来て、リターンライダー63さんがお宅でバイクを買ったんですかとか、いろいろそういう、お話がありますと。で実際店を訪れてくれる方もいるような話もしてました。ありがとうございます。私そこでこれ2台目なんですね。最初は S1000R をそこで購入しまして、非常に、まあ、感じのいいお店だったのでそこに行きました。青梅からちょっと距離があるんですけども、まあ距離があるって言ってもね1時間ぐらいで行けちゃうので、で2台目はこれに乗り換えたということです。 S1000 を降りた理由は、まあ、非常にいいバイクだったんですよ。 S1000 もね、ネイキッドで瞬発力もあって、ね、4キットでねいい音ですよ。あれも良かったんですけども、首が持たなくなっちゃってね、年なんでこうちょっと前傾入りますから、やっぱりこう顔を上げないといけないじゃないですか。そうするとねこう後ろ後頭部って首の後ろ側がちょっとねそのきつさに耐えられなくなって、まあ、30分も乗るともうアウトだったんですよね。でこれはちょっと長距離乗れないなということでこいつに乗り換えました。これはもう最高です。そういう首が来るとかそういうことも全くこれないです。まあ白バイのそれとねちょっと感じが似てるので乗り感が、で白バイもう少しこうハンドルが白バイもう少し高いですけど、そうですねハンドル1個分ぐらい白バイの方が高いかな、位置的には。でもそんなに変わんないんで非常に私今これ気に入ってます。何回も言うようですけどお近くの BMW モトラットでぜひ試乗してみてください。本当にこうまあ今庭みたいなところを一生懸命走ってるんですけど、本当にこの辺はバイクにとっては最高の環境だと思います。この景色といいね、道路といい、もう道路なんてほとんど渋滞しませんからね、曜日関係なく渋滞しません。この辺はおかげさまで走りやすいです。ありがたいなと思ってます。バイク好きの方どうぞぜひ、私青梅住んでますけどぜひ青梅に住んでみてはいかがでしょうか。決して青梅市の回しもんでも何でもありません。いやーしかし先般ですね、
奥多摩周遊道路久々に走った時ですね、驚きましたね。本当にひどすぎる。なんか大きな事故が起きる前よりもっとひどくなってるような感じしますね。もうね、猫もシャキシも飛ばして走ってるっていう、もう見ててね怖くなっちゃいますよ。この人大丈夫みたいな人もね、コーナーでねふらつきながらね、何か勘違いした走りをしている人がね本当に多かったですね。あのままだと本当以前も言いましたけど、奥多摩周遊道路二輪車走れなくなりますよ本当に。二輪車通行止めにしたことも過去にありましたから、あとね一方通行にしたこともありましたんで、いずれそうなります。今の状態が続いていけば本当に天つばですよ。自らバイク乗りが自らね、奥多摩周遊道路あんないい道を走れなくしてしまってる。そのうちそういう風になるんじゃないかなっていう風に危惧してます。もう本当レース場じゃないんだからって言いたいですよね。悲しいです。はい、ここでまた言わせてもらいましたけど、奥多摩周遊道路ね走りに来られる方、もしこの私の動画見てたら、そうですね、奥多摩周遊道路を守ってくださいよ。あの道をダメにしないでください。本当にこのまま行ったら走れなくなりますって、バイクが。そうならないためにはちょっと協力して安全に走ってください。よろしくお願いします。まあいろいろ今日もお話をさせていただきましたけども、ね、夏本番まもなくね、まあ梅雨が明けたら相当な暑さになるんでしょう、ね、暑さ対策をしっかりしてバイクを楽しみましょうね。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様方、ご安全にご安全に。